はい、皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中野平です。本日は大谷翔平選手、大谷さん、行かせていただきます。はい、これまでですね、V6、そして嵐と、このね、あの人の個性心理学という企画の方をね、やらせていただいたんですけども、ものすっごい反響をいただいております。もうね、本当にびっくりしました。もう前回やらせていただきましたね。嵐会でございますけども、一番の伸びです。本当に。で、そしてもう本当にね、コメントの方もね、たくさんいただきまして、そしてやっぱりその中でも嬉しかったのがですね、前回の動画ですね、その嵐っていうものの内容を通して、初めて個性心理学というものを知りましたと。そして面白いということを言っていただいたんですね。と言いますのも、この個性心理学、動物占いっていう、それ自体をまず認識しないと、わからない内容なんですよ、僕のこのチャンネルっていうのは。なので、そういうのを知る人をまずね、増やしていく必要がある。っていうことを、このね、企画っていうものを通してできたっていうことがですね、もうたった一人でもなっただけで、これは良かったなっていうふうに、僕の中で、とても思ったんですね。本当に嬉しいです。いつも見てくれている、方々、そしてね、前回の動画から見てくれる方々、そして今回初めて見てくれる方々、本当に、ありがとうございます。で、これまではですね、アイドルグループということで、グループ複数人をやってきたんですけども、今回は1人、そしてこのスポーツ選手っていうものを読み解いていきたいと思います。もうね、またね、面白い。この企画はですね、聞いてる方々も、面白いっていう風に言っていただいてるんですけども、僕自身すごい面白いんですよ。そしてね、すごいやっぱり今ね、こう大成功されてる、すごい偉業を成してる方々を調べていくんで、すごいね、勉強になるんですよ。はい。もうなのでね、結構僕自身も楽しんでやらせていただいております。今回はですね、僕が思いつくままに喋っていきたいと思いますので、ぜひね、作業でもしながら、楽しんで、聞いていただけたらいいかなっていうふうに思います。このチャンネル面白いと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントの方をぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。よろしくお願いします。で、今回のですね、この大谷翔平選手、もちろんね、皆さんご存知、野球選手なわけでございますけども、先に言っておきますと、僕は野球については全然詳しくありません。はい、いつも通りですね、すいません。なので、あくまで今回も大谷翔平選手を5アニマル、この個性心理学、動物占いから読み解かせていただく、これのみに、集中しておりますので、野球について僕がどうこう言うことはございません。なので、ぜひね、そのね、性格側、心理側の方から楽しんでいただけたらいいかなっていうふうに思います。こちらのね、大谷翔平選手でございますけども、メディアの方々が、本当にもう大げさじゃないかって言いたいぐらいの言葉を言っておりますが、あえて僕も言いましょう。もうね、この大谷翔平選手の5アニマル、これはもう神様が大谷翔平選手を作るためにこの配列を作ったんじゃないかっていう風に僕は思いました。それぐらい完璧、すごいっていう風に僕はもう正直言っちゃいます。もうね、自由にね、喋っていいですよっていう風に、コメントの方でもいただいたんで、はい、極端に喋らせていただきます。って思ったのはですね、もうね、もう正直言って、火の打ちどころがないんですよ。このね、5アニマルから見ても。もうこの、独自性がありつつも、その人間性っていうのが、ちゃんと噛み合ってるっていう、なんかもうね、信じられないっていう感じなんですけど、僕だけね、こんな盛り上がってもね仕方ないんで解説していきたいと思います。やっぱり最初に着目したのは、僕は希望の狼です。大谷翔平選手といったら、なんて言っても二刀流。はい。なんですけども、やっぱり他と違いますよね。っていうことなんで、その憧れてるもの、目指してるものが、ね、誰しもやってないこと、自分だけのものっていうことで、ね、まずこの狼が来てるっていうのは、もうこれだけでも納得っていう感じでしたね。で、それでいて次に見たのが、僕は意思決定の方なんですよ。っていうのも、同じです。
狼の方で完全なるもう独自性ね他にいないっていうものですけども、それをものすっごく後押ししてる感じがしたんですよ、この黒ひょうさんっていうのが。黒ひょうさん、掘り下げる動画の方を見ていただけたら、よりわかりますけども、先端型というね、個性侵略での、名前なんですけども、その通り、その最先端っていうことは、やっぱりこれも他にいないっていうものを目指せる人なんですよ。なので、それによって、この大谷翔平っていう選手、二刀流っていう初めての選手が登場する強い要素になったんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですね。で、これだけでも十分に納得できるし、すごいことだなっていう、このファイバーにも面白いなって思えるんですけども、さっき言った完璧だなっていう風に僕の中で表現した一番の理由は、真ん中の羊なんですよ。もうね、美しい僕的な表現で言うと、もうこれだけの突出した個性がありつつ真ん中に羊を持ってきたっていうのはね、もうね、これはね、神様のね、なんていうんですかね、もういたずらではないですよね。いたずらないんですけども、いやー、作り上げたなっていう感じがしましたね。いや、もちろんね、このファイブアニマルだけの要素じゃないんですよ、大谷翔平選手っていうのはね。もちろん生きてきたその環境ってものがあって出来上がったんですけども、このファイブアニマルっていうもの、この個性侵略、動物愛っていうので分析しますと、この配列の美しさるたるやっていう風に僕は見て、もう感動しました。はい。っていうのもですね、やっぱりこのね、狼、そして黒ひょうっていうものだけで、なんていうんですかね、出来上がっていくと、もっとね、やっぱりね、角が立ってるっていうんですかね、もっととっつきづらい。ちょっと、すごいファンもできそうだけども、逆にすごいアンチも増えちゃいそうなイメージがあるんですよ。それをこの羊ってものが見事に打ち消してるんですね。大谷翔平選手の悪口言う人って基本的にはいないですよね。僕も結構そのね、今回やらせていただけるにあたっていろんなね、動画、ドキュメンタリーの方をね見させていただいたんですけども、やっぱり、過去のその高校時代の同級生とかですよね、大谷翔平選手が人の悪口言ってるの見たことないっていうコメントはやっぱ出てくるんですよ。なのでその大谷翔平選手に対しても誰もやっぱり、もちろんねメディアだから言わないよってのはあるとは思いますよ。もちろんありますよ。しかし全体的なやっぱ今のアメリカでの活躍を見てて、チームメイトからもすごいその好かれよう、そしてファンのコメントですよねとかも見ても、やっぱり大谷翔平選手を悪く言う人っていないんですよ。で、これって僕のもうこれも独断と偏見と体験でございますけども、羊さんのあるあるなんですね。羊さんってやっぱりね、悪く言われないんですよ、人から。やっぱりっていうのも、羊さん自体が人を大事にしてるからなんですね。ということで、本当にね、その、二刀流っていうものを作り出した、動物、そしてこのね、人間性っていうものをね、かたどってるね、動物、もうね、この配列のね、美しさ、語っていきたいと思います。じゃあ補足していきましょう。もうね、とりあえず思いのまま喋っていくっていうのは変わらないんで、本当にね、ラジオ感覚で聞いていてください。で、やっぱり、ちょっとね、大谷翔平選手の、大きな出来事っていうものを、僕の中でですけども、それをね、軸に話していきたいと思います。高校生までの活躍っていうものも、皆様ご存知だと思います。そして、それはね、もちろんネットにも載っていることなので、ぜひね、そっちの方で調べたりね、見ていただけたらいいかなっていうふうに思います。で、僕が最初に思ったものっていうのは、ドラフトです。はい。日本プロ野球界にね、入ったっていうところですけども、皆さん覚えていらっしゃいますかね。大谷翔平選手って最初はもうアメリカに一直線最短で行くっていう風に表明してたんですよ。はっきりとです。しかし、それをですね、日本球界にね、入るっていうね、これは、当時ね、僕ももう今よりも全然詳しくないですよ。なのに、へーっていう風にちょっと思った出来事だったんですね。それを今回ね、改めて調べてみたんですけども、これもね、面白かったですね。まずね、これね、結果から言っちゃいますと、その僕の中での大きな要因、もちろんこの個性侵略からの大きな要因ですよ。それは、羊。はい。等しこですね。
ここが大きな影響だったんじゃないかなっていうふうに思いました。これはですね、最初、大谷翔平選手はもちろんその日ハムの球団側のね、そういった、交渉ですねっていうものに対してかなりやっぱり冷ややかな態度だったんですよ。それは当然ですよね。だって自分はアメリカに行くっていうふうにはっきりと公言したにもかかわらず指名してきたっていうことはなんでっていうふうに思うわけであって、ね、交渉の余地ないよっていう感じじゃないですか。しかしそこが変わっていったのは、大谷翔平選手が住んでるのは東京、違いますね。当時岩手に住んでたんですよ。岩手県。これね、東京から行った人いますか？遠いんですよ、岩手県って。僕はね、旅が好きなんで、車でね、行くことが多いんですけども、遠いんですよ、岩手。はい。僕はね、父方が岩手ってことでね、行ったことは何回かあるんですけども、で、その中で、その岩手県に足しげく何度もまず通ってる、ここなんですよ。ひとし校って、わざわざ、これにね、非常に響くんですよ。で、その中でも僕はその羊さんっていうものの心を動かす大きな要因になってると思うんです。このね、わざわざっていうものが。それによって、まず心がちょっとずつ、なんていうんですかね、もう僕的な表現が思いつかないで言ってしまうと、同情って言い方変なんですけどね、変なんですけど、僕のね、こう、表現です、これは。なんかちょっと悪いなっていう羊さんのね、このね、気持ちになってくんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ったところですね。で、もう一つの大きな要因になったんじゃないかなっていうのは、一緒に考える。この言葉ですね。もうね、この、チャンネル見てきてくれた方にとっては、なるほどと思ったかもしれませんけど、このね、一緒に、もうこれにね、等しく響くんですよ。大谷翔平選手は意思決定も黒票ということですね。やっぱりザ・等しくのところもありますんで、そこにこのね、一緒に考えていく、球団からの、意見をこんなことができるんだってことを一方的にアピールするんじゃなくて、大谷翔平選手がやりたいことに対して一緒に寄り添って考えていきますよ。この姿勢を大きく出していったんですよ。これは大きかったんじゃないかなっていうふうに、僕は、思いました。この、僕の中では2つの要因、わざわざ、通っていくっていうこのね、わざわざっていう行動他にもあったと思うんですよ、たくさん。それを繰り返していったこと。で、そしてあとはこの一緒に寄り添っていく。この2つの要因が、この、ドラフトっていうものに関して、大谷翔平選手が、メジャーから、日本球界に入ることを決断したっていう要因になったんじゃないかなっていうふうに僕としては思いました。で、しかもこの大谷翔平選手の二刀流、これに関して、打ち出したのって、高校の時から結果的に二刀流になってましたけども、それをちゃんと二刀流という形にして持ってこうとしたのは、これは日本のプロ野球界なんですよ。最初は、大谷選手自身もどっちかかなっていう風に、考えたんですよ。やっぱりいなかったの、そんなのがね。これを2つともやっていく、2つともちゃんとプロとして押し出していくっていう風にした。これは本当に日ハムさんの、大きな、功績なんじゃないかなっていう風に、僕は思いました。なんか偉そうに言ってすいません。本当にね、素人目の感覚なんで、もうしかもね、これ違ったらすいません。謝るべきところはいっぱいあるんですけども、もうね、本当にね、動画見てくれてる方々温かくて、もうね、そんなすいません言わなくて大丈夫ですっていう風に言ってくれたんで、言いたくはないんですけども、言ってしまいました、今回もね。はい。で、あと、話がちょっと戻っちゃうんですけども、先ほど言いました、大谷選手の、プロ野球に入る前、高校時代の話ですね。というのも、知ってますか？大谷選手が書いたね、目標の、設定シートって言えばいいんですかね。はい。ちゃんと正式名称あったと思うんですけど、すいません、ちょっと忘れちゃいました。あれは、ね、完全にわかりますか？目標思考型の考え方ですよね。はい。状況対応型の思考ではないですよね。で、これはもう完全に、わかりますか？羊、目標思考型。黒ひょう、目標思考型。狼、目標思考型。完璧なんですよ。もう完璧にストレートで目標思考型なんですよ。大谷翔平選手っていうのは。それゆえに、あそこまでくっきりとした目標の立て方、そして行動を起こすっていうことをね、していったんじゃないかなっていうふうに、僕はこの、動物の配列から、思いました。しかも、それを、もちろんね、飽きることなんてないと思うんですけども、長い、強い情熱を燃やし続けられたのも、狼。この要因が強いんじゃないかなっていうふうに思いました。ひとしこ自身もやっぱりね、基本粘り強いんですよ。で、そこにその狼っていうものの、前に話しましたね。その
きになったこと、自分がやろうと思ったことを高い情熱のまま長くできるっていうね、これはね、白思考の中で、最もたるものかなっていうふうに、僕の中では思ってますね。っていう並びがあったんで、本当に、大谷翔平選手っていうのは野球への情熱、そして愛っていうものが全く下がっていくことなく、できてるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。しかしですね、この狼、そしてこの羊っていうね、この並び、これに、かなりマニアックな人ですけども、これはね、あれって思った方がいらっしゃるかもしれませんけど、何かと言いますとですね、逆なんですよ。これ何が逆かっていうと、狼は人と違う。これを非常に重要してるじゃないですか。で、羊逆ですよね。これはみんな一緒っていう考え方があるんですよ。だから、これは僕がね、前ね、どっかで表現したと思うんですけど、葛藤系とね、僕の中では勝手に呼んでるんですけども、そのタイプになるんですよ。しかし、これを打ち消したのは、僕は意思決定の黒表なのかなっていうふうに、またかね、これは勝手ですけども、思いました。この、黒表っていうものがいる存在で、そうね、羊っていうものがみんな一緒っていう考えがあるんですけども、それを飛び越えて、この希望の狼の方を強くしていったんじゃないかなっていうふうに、考えましたね、僕としては。じゃあなんでそんな黒表が強いんですかっていうふうに、思ったかというとですね、大谷翔平選手って、これは、メジャーに行ってからの話ですね。デビューする前の時なんですけども、これは自分でね、インタビューの中で言ってるんですよ。人にね、相談するのあまり好きじゃないっていう風に自分でこれはね公言してるんですよ。これは黒表ですね。黒表って先端型って言いましたよね。先端にいたい人なんで、振り返って人にアドバイスをするのは好きなんですよ。しかし先頭にいたいがゆえに人に逆に教えを被る、これは苦手な傾向にあるっていう風に、僕は思ってるんですね。でそれがですね、その大谷翔平選手の口からねはっきりと出たっていうのがあったんで、黒表っていう存在がですねやっぱり強いんじゃないかなっていう風に、僕は思いました。で、それゆえにですね、その人と違う、これもですね、本人が公言しておりました。野球界のパイオニアになりたいっていう夢ですね。もう完全にこれは黒表さん生きてきてますよね。で、それを、人間性っていうものの前にですね、その、野球、一番ね、自分がね、もう本当大谷選手っていうのは自分のその注げる時間、空いてる時間っていうものを全て野球に注いできた自信があるって、これもね、本人は公言してるほどに、やっぱり野球ってものを第一にしてるんですね。で、そこに対する言葉なんで、やっぱ黒表、この意思決定ってものはかなり強く出てるなっていうふうに僕は、そういうね、情報から思いました。で、ここまでですね、だいぶこのね、横並び、本質と意思決定と、希望っていうところにね、話してきたんで、他のところどうなのってところでちょっと触れていきたいと思います。表面。狼ですね。そう。大谷翔平選手って、これ僕が思うにですけども、やっぱりね、メディアに対してすごいね、笑顔なシーンって非常に多い。もちろんこれはね、羊のね、優しさっていうのが出てると思うんですけども、僕が、なんとなくね、思ったのは、目が笑ってない。はい。もちろんね、笑う時もあるんですよ。しかし、基本的にそのメディアのやっぱインタビューの時とかってね、目が笑ってないなっていう風に僕は思ったんですね。これは、表面に狼来てるっていうのは、これで僕は思いました。しかし、その口元はなんとかね、やっぱり水産の優しさがあるんで、笑顔にしとくっていうのはあるんですけども、目がね、やっぱりね、笑ってないなっていう風に僕は思ったんで、表面の狼、これもね、非常にね、合ってるなっていう風に思いましたね。で、あと、隠れのこのペガサスですね、これを思ったのは、で、このね、隠れのペガサスも、僕はね、美しいと思った。じゃあ何かっていうと、やっぱりもちろん、これ誰しでもあることですけど、ピンチっていうものがありますよね。はい。で、大谷翔平選手にももちろん大きなピンチはいろいろやってくるわけです。で、その時の切り抜ける時に最後に来るのが、このね、感覚、天才っていうね、こういったものがね、最後にね、控えてるっていうね、もうこのね、配列、最後にそのね、研ぎ澄まされたそのね、感覚で切り抜ける、感覚で切り開く。これがね、来るって、もうね、なんて言うんですかね、突っ込みどころがないんですよ、本当に。それに対して逆に突っ込みたい人がいるとはもちろん思いますけども、僕の中では何度も繰り返しますけども、こんなに美しい配列ないっていう風に思っちゃいましたね。はい。で、次に、僕の中で大きな出来事じゃないかなっていう風に思ったのは、もちろん、
メジャーリーグです。はい。こちらにね、行った時ですね、これも、調べたらわかると思うんですけども、メジャーでね、初めて自分が試合に出る時のその前ですね、はい、デビュー前でございます。その時に、大谷選手って、かなり苦しんでるんですよ。やっぱりその日本の、プロで培ってきたことを、押し出して、メジャーと、最初ね、戦っていくってわけで、オープン戦ですよね。試合をしたんですけども、その時に全然結果出なかったんですよ。そういうことはね、やっぱりその日本の野球とアメリカの野球は違うっていう風に言ってる方々もたくさんいますし、実際そうだと思うんですけども、それもあると思うんですけども、かなりこの時に、苦しんでるんですね。で、さっき言いました、人に相談するのが好きじゃないって言った、大谷翔平選手が相談しに行ったんですよ。これが誰か。はい、皆様ご存知、イチロー選手です。もうなんかね、その2人のなんかつながりとその会話っていうのが起こったってだけでもう普通のこうね一般のね市民のファンとしてはですね心躍るところあるんですけども、イチロー選手に、相談しに行ったんですね。しかも直にです。でそれで面白いなと思ったのがやっぱりねその意見を聞いたわけじゃないですか。聞いてもちろんねなんでだ誰しもが知ってるイチロー選手ですから何を言っても入っていくとは思うんですけども特に入っていったと思うんですよ。この理由わかりますか？イチロー選手の動物、それはペガサスなんですよ。ペガサス。僕のこれもねやっぱり独断と偏見の体験なんですけども、羊さんって、まずね大物志向へのねなんていうかな苦手意識と同じぐらいにそのねリスペクト感がねすごいんですよ。でその中でもねザ大物志向ペガサス、ここに対するこのねリスペクト感ってねやっぱりねすごいんじゃないかなっていう風に僕はそれはもう精神的な意味です思いましたね。でだからねそのねもうこれもなんていうんですかね、もうサッカーねあんま神様のあれなんですけども本当にねすごいなんかこう完璧な流れっていうのも変ですけどもすごいなと思いました、ね、だってこんなね、羊っていうのを、大谷選手がペガサスのイチロー選手にアドバイスを聞きに行ってそれが入るに決まってるっていうこのね流れ美しい、ね、何回も言っちゃいましたね。でそれによって本当にね解決することができて全部じゃないと思いますけどもちろんねそれによって開幕からすごいね結果を出すことができた要因っていう風に、本人も、言っていました。で、そこからのですね大谷選手の、活躍っていうのは、皆さんご存知だと思うんですけども、ちょっとね野球からね離れた話をしようと思うんですけどまずは大谷選手って、もちろんね皆さん、知っての通りものすごい、年俸を、いただいてるわけですし、もちろんね CM とかも出てるから、ものすごいね大金ってものをいただいてるわけなんですけども、生活ぶりご存知ですか？ものすっごい倹約家なんですよ。倹約っていう意識多分本人にないんでしょうね。全然ねまずね物欲がないっていうこれもね公言してますし、服とかもですね本当にね知り合いからもらったものとかね全然着られるんですよ。だからここはね完全にね黒ひょうさん生きてないなっていう風に僕の中では思いました。もう黒ひょうさんだったらねもうこれもあれもそれもって言ってねもう奇抜な服装をねガンガンいくと思うんですけども、そこはね羊なのかなっていう風に思いました。だから野球に関してはこのね希望と意思決定っていうのがすごい強いんですけども、野球のさらに奥ですよね。元々の人間性っていうところで言ったらやっぱりさっきその人の悪口を言わないとこ言いましたけども、羊っていうものが強いんじゃないかなっていうふうに思いました。すいません、これね羊さんが別にねファッション性がないよっていうふうに言ってるわけじゃないんですよ。興味が薄いっていうふうに言ってるだけですからね。はいすいません。でそれでそんなね本当億っていうものをもらってるのに本当ね月ね10万円ぐらいでね全然ね生活してるんですよ。そのお金への執着のなさ、これは完全に人志向ですよね。もうザ白志向だったらもうめちゃめちゃ興味ありありなんですよ。白志向皆さんすいませんなんですけども、人志向っていうのはですねそうじゃないんですね。でそれでいて人志向ザ追求型ですよね。もう本当に自分の、愛する野球ってものへのこのね追求心、そしてこのね狼ゆえのねこだわり、もうこれが重なってもうねものすごい突き詰め方なんですよ。本当にそのね高校時代に同級生がこれぐらいでいいだろうっていう、だって甲子園に行くレベルの同級生ですよの人たちでさえもう今日はこれぐらいでいいかなっていう風に思っても、やっぱり大谷選手だけはいや僕は納得がいかないっていうところでやめないんですよ。さらにその追求していくっていうその姿勢、
ここがこの人志向のね、黒豹と羊っていうものが、非常に影響してるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはそのね、お金の執着のなさってところが裏打ちしてるかなっていうふうに思いました。で、あと、その謙虚さ、優しさですよね。これももちろん羊さん、これが生きてるなっていうふうに僕は思いますね。で、さっきね、ちょっと話戻りますけども、そのお金の話に関してなんですけども、最近、ホームランのね、ダービーありましたよね。競い合うやつ、ホームランの数をですね、そういうイベントありましたけども、その時の、大谷選手の賞金っていうのが確かね、1650万円なんですよ。で、それを、なんと、チーム、そしてスタッフに分けたんですよ。もうね、何が30人ぐらいだったかなに分けたっていうね、もうこれもね、もう本当に等しこうかなっていう気がしたんですけど、でもその中で、僕の中でちょっと思ったのは、黒豹さんなんですよ。黒豹さん、皆さん覚えてますか？黒豹さん。身内好きなんですよ。身内好き。ね、チームメイト、スタッフっていうのは、もうやっぱりもう完全なる身内じゃないですか。その人たちに、これね、賞金の額に関わらず、最初から分けようっていう風に思ってたらしいんですけども、そこにきっちりね、そのね、配慮していく、分けていくっていうね、この精神は、このね、黒豹さんもね、かなり貢献してるんじゃないかなっていう風に、僕はね、これは思いました。あとですね、ちょっと野球の話に戻っていきますけども、大谷選手って、日本でやってる時かなっていう時は、あまりね、そうね、人のね、データをね、分析するっていうことはね、あんまりしなかったそうなんですよ。もうちょっと感覚的にやられたそうなんですけども、やっぱりそうね、メジャーっていう中で、結果に苦しんだ時っていう時に、何を始めたかっていうと、その、今言いました、データ分析、これを始めたんですね。で、これは、合ってたと思うんですよ、僕は。羊さんって、やっぱりその情報収集能力がすごい高い。何より好きなんで、根本的に。で、それを、意図してかは分かりませんけども、やり始めた。で、それによって、結果が出てきたっていうのは、やっぱり続けられたっていうのは、やっぱり根底的には、合ってたんじゃないかなっていうふうに、僕は思いました。やっぱり、ね、合ってないなっていうものを、苦しんでやっていくっていうタイプでは僕はないと思うんで、これは、羊さんっていうものがそうね、データ分析っていうものに非常にハマったっていうので、良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でも、ちょっと面白かったのがですね、バッティングの方だったかな、打撃コーチっていう風のもやっぱりね、アドバイスをしたらしいんですよ。こういう風にしたらっていう風に、もちろん言ってるんですけども、面白かったのがですね、大谷選手、分かった、練習してみるっていう風にね、言うまでにね、結構時間がかかったらしいんですよ。もうね、これは、人志向のね、もうこれは、じゃあ唯一と言いましょう。唯一、悪い点、特徴、はい、って言います。なんですけども、頑固さですね。頑固さ。人志向っていうのは、ものすごいいい人なんですよ。いい人なんですけど、そのね、考え方が変わっていくっていうのにね、ちょっとね、時間を要する人たちなんですね。それが、このね、打撃講師とのね、このやりとり、エピソードの中に出てるなと思って、僕はね、ちょっとね、これはクスッとしたところでしたね。で、そこから、活躍していって、次に起こった事件ですよね、これは。怪我ですね。怪我。で、それを、しかもすごい大きな怪我ですよね。怪我して復帰して白星を挙げたところでしたっけ？そこまで1000日以上確かかかってるんでしたよね。で、しかし、それを乗り越えて、ただ復帰じゃなくて、先シーズンがあって、今シーズンになんと皆さんご存知、MVP。通りましたね。もう本当に、言った通りですよね。野球界の、パイオニアになりたいっていうね、ものを、見事にやってのけた人だなっていう風に、思いましたね。ホームラン数46本ですよ。ね。もう本当それまでね、日本人としては、松井秀喜選手が、31本っていうものを記録として持ってたわけですけども、それを二刀流で46本打ち上げる。ね。そして、勝利数ですね、投手としては、9でしたよね。はい。勝利投手になったっていうことで、今回のね、大谷選手によって、よく引き合いに出されます。野球界の、もう本当元祖レジェンドですよね。ベーブ・ルース。はい。その選手と比べられますけど、何より時代が違いすぎるんで、比べるのもどうかっていうのもありますけども、本当にね、100年を経て現れたっていうことで、本当に、返し返すになりますけども、神様がね、野球界を盛り上げようとしたのかなっていう風に思っちゃうぐらいの、人なんだなっていう風に、僕はこのね、5アニマルからでも十分に、思うことが、できましたね。
もう本当に、この大谷選手っていうのは、真ん中に羊がいることによって、もちろん自分自身が野球を楽しんでる、これは大前提としてはあるんですけども、もちろんこれは勝手な僕の意見です。やっぱりそのね、貢献する、周りにね、貢献するっていうものが、無意識に働いてるんで、まだまだ結果っていうのは出るんじゃないかなっていう風に、そういう視点からで僕は思います。満足ね、しないんですよ、石井さんってね。だから終わりがないんですね、ある意味そういうところで言うと。だから、自分との戦いっていうタイプじゃないんですよ。何より、この戦いっていう言葉が出てこないタイプなんですよ、多分ね。でも、石井さんはやっぱりそのね、戦うっていう気持ちがないんで、だから、大谷選手って、そのね、苦しさっていうものがですね、感じにくいっていうんですかね。これは非常に失礼な話になっちゃうかもしれませんけども、もちろん苦しいと思いますよ。大変と思うんですけども、本当に野球を変わらずに変わらない精神で楽しめてるっていう、これは貴重な選手なんじゃないかな。違いますね。貴重なプロ野球選手なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、こんな感じで大谷翔平選手話してまいりました。いかがだったでしょうか。これ余談なんですけども、もう一つ、面白い、エピソードというか話がありまして、っていうのはですね、通訳の水原一平さんです。皆さんご存知ですか？大谷選手にいつもね、横についてくれてる通訳の方、あの方もね、すごい実はね、人気のある方でですね、大谷選手が先ほど言いました、怪我の時、だいぶ苦しんでる時も、本当にね、献身的にサポートされた方なんですけども、動物ね、調べたんですよ。そしたらあの方はですね、本質こそ狼なんですけど、表面、意思決定、ペガサスなんですね。で、そして希望がチーターっていう風に来てました。だから僕の中では真ん中、本質は白志向ですけども、やっぱりね、ファイブアニマルの中で真ん中がたとえ白志向でも、他が大物志向で囲まれてきたら、その人は僕の中では大物志向です。その中でも表面と意思決定、これが同じ動物だった場合は本質を飛び越えてそっち寄りになるなっていうのは、これは僕のね、もちろん経験と体験談ですけども、そう思ってるんで、水原さんは僕の中ではほぼペガサスっていう印象なんですね。で、さっきイチロー選手の話題が出た時に言いましたけども、やっぱり、そうね、羊っていうものはね、ペガサスに対するね、リスペクトっていうんですかね、っていうのをね、すごい感じるんですよ。で、それでいて、本質が狼。で、そして、大谷選手はこのね、群れない系の動物ですよね、の、黒ヒョウと狼っていうものを持ってるんで、このね、同調するところと、リスペクトするところっていうのがね、非常に噛み合った関係なんじゃないかなっていうふうに、僕の中では思ったんですね。だから、非常にね、見ていて、そこからの視点だけですけども、面白いなっていうふうに思いました。もうね、本当ね、今回も、大谷翔平選手も調べてて、ね、本当にね、楽しかったし、もう勉強になったし、やってよかったっていう風に、今回僕の中でも思いました。ぜひね、今回も、たくさんね、コメントの方、そしてリアクションの方ね、いただけたら、嬉しく思いますんで、皆様ぜひよろしくお願いいたします。今回、大谷翔平選手でこの企画、あの人の個性試薬3回、続けてまいりました。まだまだ続けていきたいと思いますので、今後とも応援の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。大谷翔平選手の今後の活躍、僕も楽しみにしております。ではまた。